こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、ピラミッドを11層目まで積みました。積んだのでネザーに行ってきます。息抜き企画の方でもネザーに行ったし、超局地的にネザーブームでも起こっているの？いやほんとたまたまです。というか息抜き企画の方は気まぐれです。さて、いいところに出られればいいのですが。来た。ウオーソウルサンドの中に出ちゃったようです。しかも溶岩が迫ってきてるし。惜しいわね。あと少しだったのに。息抜き企画の方と足して2で割ったら平均になる程度の運を覚悟してはいたのですが、やはり幸先が悪そうな予感は不可避のようです。ガストが現れないうちに元栓をキュキュッとしておきます。慌てふためいた時に溶岩に触れるの目に見えているものね。運の悪さを覚悟して、ネザー探索用の地図は迷わず最大限まで拡張します。でも密かに、いっぱいに拡張したのにネザー要塞が2分で見つかった、というジンクスを期待してたりしますけど。ありえないわね。そして2分後、パターン化失敗しました。どうやらありえなかったようです。そりゃそうでしょ。さてこの企画でお初のガストです。息抜き企画の方でのジエンド攻略で200発近く弓打ってるので、これでも多少は上手くなっているんです。どこがよ。心なしか矢がより近くを通るようになっています。さてガストなんて放っておいて突き進んでいたら、取りやすいところにグローストーンを見つけました。さっきのガスト結局仕留められなかったのね。小さいことはいいんです。で、ここでは建築材分は集めません。ポーション作成用があれば十分です。お、今度は機械。実績解除を試みます。この企画のノルマだものね。まあこれも、息抜き企画で解除したばかりなので少し自信がありました。諦めて投げてしまわない程度には上手くなってるわね。で、ネザーに来てから10分と少々過ぎたところですが、そろそろ探索が疲れました。早いわよ。だってこうも溶岩海に阻まれてしまってるし、この疲労感のままプレイしたら死にかねません。さて、気合を入れ直して探索再開です。このプレイで一気にネザー要塞を意地でも見つけます。テリーが気合い入れると長期戦になるわよ。もうとっくに覚悟の上です。で、先ほどの溶岩海を迂回して東に進んだのですが、また溶岩海が、まあ海沿いに進むしかありません。そのうちネザー要塞がひょっこり見つかるかもしれませんし。それから7分、どんどん南に進んで、ネザーラックの山をぶち抜いたところです。で、地図を確認していたら急に前方にガストに分かれました。弓に持ち帰る間もなく応戦したら、なんか当たりそう。当たったし。さっきのガスト実績の苦労が水の泡じゃないの。これは物欲センサー現象の一種ですから、先ほど苦労しなかったらこのガストは現れなかったんです。さてそろそろ東の方に進みたいのですが、ネザーラックの L 字を読み取るの結構苦手なんです。いちいち北を向いてからでないと東がどっちなのかわかりません。慣れてないものね。で、今向かっているのが東なのですが、どうやら溶岩海にまた阻まれたようです。その溶岩海に沿って東北東にぐぐぐっと進んだら、陸地がついに途切れました。もう丸石伸ばして溶岩渡っちゃったら？多分やろうとしたらガストが出てきます。やむなくすでに地図埋めたエリアまで引き返し、この辺から東を目指します。ちなみにプレイ再開してから30分ほど経過していて、疲れが出始めてしまってます。つまりもう少ししたらうっかりマグマダイブするのね。それにしても、未だにネザーを自在にうろつき回る方法がわかりません。今は高い位置まで伸びているネザーラックの中を通って溶岩海を越えようとしているのですが、結構手間がかかるんですよね。しかしそれから3分。
どうやら炭鉱夫としての本領が発揮されたようです。何もいちいちややこしいことを考えないでもよかったんですね。ネザー要塞なんて単に掘り出せばよかったんです。いや、その話何かおかしいわよ。ものすごく。でも実際に掘り出したし、現実を受け止めて叱るべきです。さて今掘り出したネザーレンガは3段以上の高さがあり、どうやら屋根のある通路のようです。で、突入する前に、ネザーゲートまでの道のりの安全確保をしておきます。ゾンビピッグマンに襲われてもゲートまで逃げ切れるようにしないとね。適当な感覚で道のり上に目印を立てて、足元が薄皮1枚のネザーラックの場所は丸石で補強して、足の取られるソウルサンドの上には念のため丸石を置いて、これでゲートから要塞までのおおよそ比較的安全ルートが確保できました。これでようやくネザーは一段落です。あとはブレイズロッドを確保して帰るだけね。いやもう帰ります。疲れたし。おい。まあなんというか、息抜き企画の息抜きがしたいんですよね。ネザーじゃ息が詰まってしまいます。そんな理由のために、ならエンドラの経験値稼ぎはどうするのよ。それが、ちょっと勘違いしててまだいらなかったんです。実はツルハシやシャベルの消耗量を課題視してたんです。つまりは予想以上にサバンナ大地や砂漠丘陵を削る量が少なくなってきているんです。そういえば一層分を積む時間が減ってきてたわね。で、もう一つの理由ですが、実はシルクタッチで耐久力3付きのツルハシを前に作っていたんです。最近まで忘れてました。忘れてたんだ。この企画では重要な道具なのに。すぐには使わないと思ってあまり開けないチェストの肥やしになっていたんです。さて、まだエンダーパールは14個で、できるならあと2、3個は追加で確保してもいい感じです。精錬の待ち時間を稼ぐのにちょうどいいので野戦してきます。ところがこういう時に限ってエンダーマンが湧きません。成果なしで野戦から帰るのは尺なので、急遽50メートルスナイパーを狙い始めました。リスポーンされちゃってるし。お、なんとかやり遂げました。よかったです。さて拠点に戻って石の精錬の進み具合を確認すると、20スタックほどいるのよね。まだまだ足りないわね。さてどうしましょうか。かなり久々に闇の村の様子を見に来てみました。あら、まだ滅びていなかったのね。で、まずは干し草の俵用に農作物をいただきます。畑泥棒が終わってから適当に松明をばらまき始めましたが、考えてみると闇の村はいずれ真っ暗になるので、きっちり漏れなく湧きつぶししないと大惨事になるんです。パターン決めて等間隔で松明配置すべきよね。まあ大変そうなので、きちんと計画立ててから後日行います。それはともかく、畑泥棒は言い訳しなくてもよかったの？さて再び舞台は拠点です。精錬の方はというと、かまど6連装でもう一晩野戦したらなんとか足りそうな感じです。サバンナ大地を削る時に忘れてたシルクタッチツルハシを使えばいいじゃないの。無論使いますけど、そっちで回収する石はさらに上の層を積むとき使います。さて砂漠の野戦中なのですが、未だにエンダーマンが現れません。なので、今後の展開を一致で占ってみようと思います。占いの結果は砂糖でした。それどんな意味なのよ。夜明けにはわかります。で、判明しました。砂糖の意味は待ち人来たらずです。ひょっとして占い今作っているところなの？さてピラミッド拠点に戻って、ようやく石が20スタック揃いました。息抜きの建築作業にやっと取り掛かれそうです。どうでもいいけどもう何が息抜きなのか。そこは大丈夫です。建築が息抜きになるのは多分今回限定です。さてそれでは、石のハーフブロックをガシガシと積んでいきます。で、終わりました。早いわね。
さて肝心なるサバンナ大地削り中に確保できた石ですが、16スタックと半分でした。これを精錬しかけてたものと合わせると、なんとか20スタックに届きました。次の層は石レンガハーフブロックだったかしら。材料は確保できたわね。さて今回はここまでです。次回は石レンガ、砂岩のハーフブロックを積み込んで、そしてネザーに再び向かおうかと思っています。主な目的はブレイズロッドとネザーウォートですが、ついでにネザーレンガを20スタックほど持ち帰れれば完璧です。なのでドロップ増加3入手がまだですが、整地作業だけはやってしまおうと思っています。そこまでやりきれるかしらね。それではまたね。バイバイ。